日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は時々日本語学習者さんたちに質問される動詞の可能形、例えば食べられる、飲める、話せるなどと動詞の辞書形にことができるをつけた食べることができる、飲むことができる、話すことができる、これらは全く同じなのか、それとも何か違いがあるのかについてお話しします。この2つは両方とも初級の教科書に出てきますが、この2つの使われる場面にはどんな違いがあるのか、その傾向についてはあまり触れられていないので、今回この動画を作りました。知っていて損はない知識だと思いますので、一緒にいくつかの傾向を考えましょう。まず、もしあなたが初級レベルの日本語学習者なら、食べられると食べることができるはほとんど同じと覚えておけば大丈夫です。もちろん口語的か、それとも少し書き言葉のような感じがするかの違いは確かにありますね。例えば親しい友達と話している時のこんな会話はどうでしょうか。ねえ、田中さんってフランス語って知ってた？こういう場合は大抵話せるのように可能形を使った方が簡単ですね。それに比べて話すことができるっていうとちょっと長くなります。どちらかというとこの話すことができるっていうのはちょっと硬い感じがします。ですから何々ことができるという言葉を友達同士で使っても別に間違いっていうわけではありませんが、実際の会話ではそんなによく使われません。ではこのような場合はどうでしょうか。明日の映画のチケットはどこに行けばの？ごめん、明日映画になくなっちゃった。これらもすごく一般的な会話の場面ですね。ですから帰るや行けないなどがよく使われます。つまり口語的な文では何々ことができるよりも動詞の可能形の方がよく使われるっていうことです。そしてこれら可能形は今出てきた帰る、行ける、話せるなど日常的な動作を表す動詞でよく使われるんです。ではこのような場合はどうでしょうか。これらの実験結果から以下のように結論、これはもしかすると何かの論文の一部かもしれません。このような書き言葉、特に論理的な文章の場合は何々することができるの方をよく使います。もちろん結論できると書いても間違いではありませんが、やっぱりこういう論文などでは傾向としては何々ことができるという言葉をよく目にします。またこういう論文で使われる動詞もさっきのような日常的な動詞っていうよりは結論するや述べるや考察するなど論理的な動詞でこのことができるがよく使われています。じゃあこの可能形と何々ことができるを別の角度から考えてみましょう。それは物事の深刻さの度合いです。例えばこんな場合はどうでしょうか。疲れすぎてもうどうですか？とても深刻な感じがしますか？これはただ疲れただけですから、おそらくそんなに深刻な場面ではないと思います。ですからただ歩けないと表現するのが普通ですね。でも次のような文はどうでしょうか。彼はその事故のせいで一生
どうですか？これはちょっと疲れたという大したことのない状況ではなくて、一生立ち上がったり歩いたりすることができなくなってしまったっていうことなので、事態はかなり深刻です。このような場合には、立つことができないとか歩くことができないを使うのがいいですね。このように特に動詞が否定形になるときは、深刻ではなければ立てないとか歩けないなどを使えばいいんですけど、程度がすごく重い場合は立つことができないとか歩くことができないなどを使いますね。さて、一言で可能と言っても個人の能力のことなのか、それとも状況がある動作を許さないのかっていう角度からも考えることができるんです。さっき田中さんはフランス語が話せるっていう文がありましたよね。もちろん田中さんはフランス語を話すことができる。でも同じ意味を伝えることができるんですけど、傾向としては個人的な能力の話なら動詞の可能形を使うことが多いんです。でも次のような説明文はどうですか？免許証は身分証明書として使用とか、答えはボールペンでません。これら2つの文は何かの指示や説明書に書かれた文のようですね。ですから使用することができますとか書くことはできませんを使うことが多いんです。もちろんこれはさっき出てきたフォーマルな書き言葉だからっていうことも関係ありますが、特に今回は個人の能力の話をしているのではなくて、ある状況であることが許されているかどうかっていう話ですね。こういう場合はことができるやことはできませんを使うことの方が多いんです。覚えておいてください。では次のような文はどうでしょうか？これは食べきのこですか？この水はません。これはこの植物がどういうものか、またはこの水がどういうものかについて説明しています。ちょっと難しい言葉で言うと、あるものの属性とか性質についての文ですね。これらの文の主語は人ではありませんね。ですからある人があることをする能力があるかどうかっていう話ではなくて、あるものが例えば食用として使えるか、飲用水として使えるかっていう文なんです。こういう場合は食べられるとか飲めないなど動詞の可能形を使うのが普通です。もちろん食べることができないキノコとか、この水は飲むことができませんと言っても間違いとまでは言い切れません。でも傾向としてはこういう場合は食べられるキノコとかこの水は飲めないなど動詞の可能形の方がよく使われます。ちなみに食べられるのことを食べれるということが最近増えていて、このらという字が一つ足りないので、これをら抜き言葉と呼んでいます。このら抜き言葉は間違っていると厳しく批判する人も結構います。ただ実際には食べれるっていう言い方は受け身系の食べられるとか尊敬語の食べられると区別するためにだんだん使われるようになったもので、実際今では本当に広く使われています。もちろん書くときにはこのら抜き言葉を書くのは間違いですが、普通の日常会話では私は使ってもそんなに問題はないと考えています。
じゃあ最後に可能形か何々ことができるかどちらかしか使えない例を考えてみましょう。こんな例文はどうですか？あの人は上司だ。これはあの人について個人的に評価している文ですね。あの人は話せると言います。このあの人は話せるというのはただあの人は話す能力があると言っているのではなくて、あの人は本当に話がわかるしすごく話しやすい人だと評価していることになります。こういう時には話せるのように動詞の可能形を使ってください。はい、では最後にこんな例を考えてみましょう。このお皿は本当に何々。これは使えるですね。さっき出てきた通り、この文ではこのお皿がとても使いやすいとか使い道が多くて便利だっていうことを評価していますね。ですから使うことができるではなくて使えると可能形を使わなければなりません。こんな風に他にも教科書ではなかなか教えてくれない、でも日本語話者が疑問に思うようないろいろな点をシェアしています。見逃したくない方はチャンネル登録をお勧めします。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。